あ、ぼいちゃん。あ。皆さん、こんにちは。明日がふるさんです。今日は、ステージ3の2、ゲームプログラミングの超簡単スムーズ移動カメラ編を解説したいと思います。対応するガチャンのソースコードはこちらにありまして、ガチャンネームスペース .h の定義をスーパーシンプルスムーズムーブメント4カメラに書き換えてビルドと実行をすることで実際に動かして試せるようになっています。先日アップした超簡単スムーズ移動をカメラに使ったらどうかしらという内容です。それではどういうものか確かめてみましょう。注目するところはカメラの位置なのですが、カメラの位置に対して超簡単スムーズ移動が使われている場合、矢印オブジェクトが回転すると、矢印オブジェクトの後方に行くカメラの移動が少し遅れるため、矢印オブジェクトの側面が見えているのがわかります。それに対してスムーズ性がない場合、矢印オブジェクトのきっちり真後ろをキープしていて、矢印オブジェクトの真後ろしか見えていないのがわかります。技術的解説に関しては、すでにアップしてある解説動画、超簡単スムーズ移動の方をご覧くださいね。ちなみに、超簡単スムーズ移動の部分のソースコードだけ出しておくと、これだけ。これ、すごくないですか？もちろん、スムーズの値を変えるだけで、スムーズ具合の調整もできます。注意してほしいのは、どっちがいいとかではなくて、ゲームに合う方法を使うのが正解です。例えば、ギアーズ・オブ・ウォーでのプレイヤーキャラ後ろのカメラはスムーズ性がないのですが、プレイヤーキャラの後ろをきっちり遅れなくついてきていて、カメラ正面の方向に遅延がなく、そしてそちらの方がゲーム性になっていると思います。また、アサシンクリードみたいにカメラがプレイヤーキャラの後ろにあるというわけではなく、カメラをプレイヤーキャラの全方向に回転できるゲームもあります。ゲームに合った良いカメラを選ぶというのは重要で、それによってゲーム性が決まると言ってもいいくらいです。また、ゲームの重要な部分ということで作っていて面白い部分でもあります。市販されている有名ゲームのカメラ整理の再現というのもネタとして面白いかもしれませんね。今回の動画が何かしらの参考になれば幸いです。何かするときには
すべてご自身の責任において行ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。